こんにちはったらこんにちは。出雲です。先週作った事件コーダーが、結構歪んでるかもという話をしましたが、どれくらい歪んでるかというのを見えるようにしてみました。Web シリアルとか使って Google Chrome 上で見えるようにしています。で、今日は資料の方から見てください。Web シリアルと P5.js で次回の形を見てみたというお話です。よいしょ。はい。で、表示までの内部構造がこんな感じになります。で、マイコンからですね、UART で、データを出しまして、で、USB シリアルのモジュールですね、を使って USB に変換した後、こっち側が PC 側ですね。で、Google Chrome を使って表示します。で、お手軽な手段ではあるんですけど、ちょっと見ていただければわかりますように、Google Chrome 内の Web シリアルの関数を使いまして、で、グラフィックの表示はですね、P5.js を使います。で、全体を、HTML の窓の中に入れて、で、それの要素の配列とかはですね、CSS を使うっていう、結構めんどくさいことをやってます。で、できればですね、Python の方が簡単なんだったら、そっちでやってみたいかなっていう感じにはなります。よいしょ。で、実際の表示画面はですね、こんな感じになります。で、下の2つ、これですね、これが、AD の2つのデータになります。で、このデータの数値を、XY 空間ですね、ここにプロットしたのがこの図になります。で、実際にはですね、90度ずれの、フォール素子で受けた次回の内積、ベクトルですね、を、表示しているということになります。ではですね、これ実際に動いているところを見ていただきましょう。はい。これがですね、動作している内容になります。これ先週作ったですね、中に磁石を仕込んだペットボトルのキャップになります。で、これを中に入れてですね、こう回しますと、プロットがですね、進んでいく様子が見えると思います。なんとなく丸にはなってるんですけど、結構でも歪んでますよね。で、もう一周回してみます。結構、ペットボトルのキャップがですね、これグラグラしてるので、そんな正確ではないんですけど、2周目もだいたい同じような軌跡を描きます。でですね、次にですね、フェライト磁石を中に入れて、やってみました。これちょっと結構大きくて強力なフェライト磁石になります。で、これを回してみるとですね、ちょっと変な形になってますね。角の方で一貫折り返すような、そんな形をします。で、ちょっともう一周回してみるんですけど、やっぱりですね、ちゃんと同じような軌跡を描いて、四角い形になります。結構磁石はちょっと大きすぎたんですかね。はい、こんな形になりました。フェライト磁石です。で、次が、ネオジム磁石ですね。ダイソーで売ってるネオジム磁石を2つ、ペットボトルのキャップの中央にくっつけてます。で、これを回してみますと、ちょっとやっぱ磁石が強いんですね。外側、外縁ギリギリのところを軌跡を描いて、丸くなった四角っぽい感じの、形を描いています。丸いっぽいは丸いっぽいんですけどね。丸いというか四角いというか、そんな形になりました。で、ちょっと磁力強すぎたので、1個にして、もう一遍試してみます。ポッとはめまして、よいしょ。で、1個にした分ですね、磁力が弱くなって、こんな感じで軌跡を描きます。やっぱりですね、少し丸くなった四角っていう風な形になりますね。はい。2周目も、だいたい同じ軌跡の上を辿っていきます。
こんな感じになりました。面白いですね。いろんな形を見ることができました。はい。というわけでですね、今回は Web シリアルで AD 結果を転送して GUI で表示するというのをやってみました。磁石の特性がいろいろ見えて楽しかったですね。これが綺麗な丸になるのが理想なんですけど、そんな磁石をもう少し探してみようかなと思います。ではこの動画面白いなと思ってくださいましたら、高評価ボタンだとか、チャンネル登録だとかしていただけると僕は大変嬉しいです。ではここまでご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。